こんにちは。つい最近ですね、Apple が2種類新しい Mac を発表しました。MacBook Pro と Mac mini なんですけど、今日はですね、ちょっと私も今回買おうかなと思ってるモデルがありますので、なんでそれを買おうかなと思ってるのかっていうのと、後半ではちょっとお得に買う方法なんかもね、紹介できたらと思ってますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。で、今回出たのが MacBook Pro で、こっちはですね、M2 プロと MAX というチップが搭載されています。で、最低価格が28万8800円となかなかお高い。本当にね、プロ用みたいな感じになっています。で、もう一個が Mac mini ですね。で、Mac mini の方は、M2 モデルと M2 Pro というモデルになっています。で、内容を見るとですね、まず M2 ですね、一番安いモデル。いつも私一番安いモデルしか買わないんですけど、8コアの CPU、10コア GPU で、メモリが 8GB で、ストレージが 256GB となっています。M2 の MacBook Air 私持ってるんですけど、全く同じスペックのものになります。で、値段が 84,800 円です。税込みです。かなり安いんじゃないかなと思います。で、M2 Pro の方がですね、10コアのCPU、16コアの GPU、そしてメモリーは 16GB で、ストレージは 512GB となってますので、重要なメモリーとかストレージはこっちの M2 の吊るしの、ほぼ倍に、ほぼというか倍になってますね。で、値段は、倍以上で10万円ぐらいプラスになっています。ちょうど10万円でしょうかね。で、それ以外にもいろいろと、値段差がある理由があるんですけど、こっちの M2 の一番安いモデルを単純にこのストレージとメモリにすると5万6000円上がるので、その時点で値段差が4万円台ぐらいにね縮まってきます。で、あとはその4万5万の値段差をどう考えるかってとこなんですけど、その違いなんかもね後ほど紹介したいと思います。で、今回、正直言いますと、私はこの M2 Pro が搭載されている Mac mini をね、購入しようかなと思っています。M1 の MacBook Air と M2 の MacBook Air と両方ありまして、似たようなモデルなので、今回は家で、ある程度安心して使うことのできる、いろいろ任せられるマシンをね、購入しようかなと思っています。で、アメリカでも Mac mini って値段がちょっと下がったみたいで、それに伴って日本もこの吊るしというか一番安い M2 の Mac mini もちょっとね値段が下がっています。逆に MacBook Pro ですね、新型の方は値段が上がっているので、そういう意味でもこの M2 搭載された Mac mini はねコスパがいいんじゃないかなと思います。M2 が搭載されている MacBook Air、今買うと16万ぐらいだと思いますので、それと比べてもね半額ぐらいで買えるのでね、M1 でも M2 でもいいですけど、Apple Silicon まだ使ったことなくて初めて使うよっていう方にはね、なかなかコスパよく試せるんじゃないかなと思います。で、ちょっとねどんな風な差があるのかっていうのも見ていこうと思いますが、そうですね、ここにですねスピードとパフォーマンス、いつもこういう比較のが出てくるんですけど、写真の編集、ビデオ編集、ビデオのトランスコードあたりが私よく使うんで、この辺見ていこうと思いますけど、これもね額面通りに受け取れないというか、比較対象、同じ M2 Pro 搭載 Mac mini って言ってもメモリーもいろいろですし、スペックに影響するような部分がいっぱいあると思うんですけど、ここに一応そのテストしてる内容が書いてあって、例えば1番であれば 16GB の RAM を搭載した 12Core CPU、 それから 19Core GPU の Apple M2 Mac mini ですね、 16GB の RAM で、比較対象は 24GB の RAM を搭載した 8Core GPU の M2、 それから 8GB のメモリを装備した 8Core CPU M1 Mac mini、 これ多分一番安いようなモデルだと思うんですけど、そういう高いモデルっていうかオプションてんこ盛りのモデルと安いのを比較してたりするっていうこともありますし、そうかと思えば、これで言えば 32GB の RAM と 8TB の SSD を搭載した Mac M2 Pro 搭載の Mac mini、 それから比較対象は 24GB の RAM と 2TB の SSD を搭載した M2 mini、 それから 16GB の RAM と 2TB の SSD を装備した 8Core CPU、 8Core GPU の Apple M1 搭載ミニ、これはメモリが 16GB なんですけど、そんな感じで全く同じものをイコールコンディションで比較するってことができないししてないので、
参考程度に見るべきではありますけど、一応参考になりますので、ちょっと見てみたいと思います。で、私は写真の編集、ビデオ編集、それからビデオのトランスコードとかよくしてますので、その辺で見ていこうと思うんですけど、写真編集に関しては Photoshop のフィルターを使った時のパフォーマンスで、私が持ってる M1MacBook Air も多分これと一緒だと思うんですけど、それと比較してもね、2倍とまではいかないですけど、結構ね、パフォーマンス上がってますよね。で、ビデオ編集に関しては結構すごくてM1 と比較するともう3倍ぐらいの線の長さになってます。3倍速いというわけではないと思うんですけど、レンダリングのパフォーマンスって書いてありますけど、確実にスムーズにいけるようになってるとは思います。で、M2 mini と比べても2倍ぐらいになってますので、2倍まではいかないですかね。2倍弱だと思いますけど、結構パフォーマンス期待できるんじゃないかと思います。ただM1 も M2 もそうですけど、 MacBook Air の動画の中で何回も言ってますけど、もう本当にそっちもね結構いいので、かなり重たい作業をしない限りはもう正直一番安いモデルの Air でもミニでもね、本当も不満はないと思います。ただ、私もそうなんですけど、ビデオ編集いっぱいするとか、そういう重たい作業いっぱいさせるっていう方はね、差が出てくるかなとは思います。で、ビデオのトランスコードもそうですね、ミニ M1 の時代と比べるともう4倍ぐらい、4倍以上でしょうかね、線が長くなっています。M2 と比較してもこれもね、どうですか、 1.7 倍ぐらいでしょうかね、伸びてますよね。もう Core i の時代のものと比べるとね、これいろいろモリモリの27インチ iMac と比べても M2 でも倍ぐらいになってますし、もう普通の Core i の Mac mini と比較したもうなんかちょっとね、ほんと 12.6 倍って書いてますけど、よくわかんないような差になってきてますよね。で、次にポートなんですけど、こっちがね、この図はこっちがですね M2 の図です。これ M2MacBook Air とほとんど同じだと思うんですけど、サンダーボルト4が2つで、ノートにはついてない HDMI 端子がね、Air にはついてます。で、USB-A 端子もついてますので、とりあえずいろいろさせますよね。で、イーサーネットもついてます。で、それがプロになるとですね、サンダーボルト4の端子が4つになります。なので、最近増えてる USB-C 形状のコネクタを4つ同時にさせます。さらに普通の USB もあるので、基本的には USB ハブがなくてもそのまんまねさせるんじゃないかなと思います。私も外付けの SSD とか対応してますので、いくつもさせるっていうのはね非常に便利ですね。これは細かい仕様の差なんです。見ていくといろいろ差があるんですけど、ディスプレイに関してですね、M2 の方ですね、普通の M2 の方は最大2台つなぐことができます。サンダーボルトに1台、それから HDMI 端子に1台とか、サンダーボルト端子に2台とかいけるんでしょうかね。で、M2 Pro の方は3台いけます。3台皆さん使いますかね。使う方もいらっしゃると思うんですけど、普通ミニ買おうかなっていう方、大半の方1台、私も1台で今ほとんど作業してますけど、1台で済むことが多いと思いますし、作業領域広くしたいときは私も M2 のエアーの画面も開きつつ、この外付けも使って2画面でやったりとかもしますけど、ほぼほぼそれで足りてしまいますね。3画面必要になるような作業って今のところ私もないんですけど、最大3台まで接続することができるようになっています。ここがまたM2 と M2 Pro の差でしょうかね。最近増えている USB-C で接続することのできるモニターなんか持っていれば、もう問題なく接続することができると思います。HDMI 端子のモニターもね、つなぐことができます。で、サイズ的には非常に小さくてですね、19.7 センチ、幅も 19.7 センチ、20センチぐらいの箱、厚みが4センチぐらいですね。で、重さは 1.2 キロですね。MacBook Air とかとほとんど同じかなと思います。本体だけであれば非常にコンパクトですね。で、消費電力も結構少なくてですね、Mac Studio を見てみたんですけど 370W とかなので、この M2 Pro で最大使用時でも 185W ってことなので、
パワフルなマシンになればなるほど消費電力も結構増えていて、最近電気代とかも高いんで気になるかなとは思うんですけど、私もほぼ24時間つけっぱなしというか一年中つけっぱなしにしてるので、少ないに越したことはないんですけどね、当然消費電力も少ないんだろうなと思います。なので、私もそうなんですけど、こういう外付けのマウスとかキーボードとかディスプレイ持ってればもう本体買うだけで、今私はここに M2 の MacBook Air を置いて、クラムシェルモードで使っています。もう本体だけを使って全部外付けのものでやってるんですけど、そういう方であればもう本当にスポット入れ替えるだけで使えてしまいますので、それでいて値段が18万なので MacBook Air の M2 の MacBook Air 買うのとほとんど値段変わらない値段で、かなりのハイパフォーマンスのものを買うことができるんでね、コスパがいいかなと感じています。それでも私今回これを狙っているわけです。で、今からちょっと買い方ですね。ちょっとだけお得になる買い方をいくつか紹介しようと思うんですけど、まず私は基本的にはいつも Apple 公式で購入しています。Apple 製品ってどこに行ってもそれほど値引きがないのと、ポイントもほとんどつかないことが多いので、公式で買ってるんですけど、公式で買う場合はちょっとだけお得にする方法があって、Apple ギフトカードっていうので買うんですけど、その Apple ギフトカードを楽天で買います。そうすると楽天のポイントがステータスによるんですけど 5% とか 7% とか、セールの時とかね、いろいろあるんですけどつきます。でさらにその楽天で買う前に、ハピタスとかそういったポイントサイトを経由していくことによって楽天は 1% ぐらいでしょうかね、大した金額じゃないんですけどつきます。なので、その辺をうまく組み合わせてやれば、7%、8%、9% とかそのぐらいの割引、総額ですね、支払う額で買うことができるかなと思います。若干めんどくさいのと、あとですね、楽天でこの Apple ギフトカード買うんですけど、ちょっと注意点があって、初回購入から45日は1万円までしか買えません。でそれを過ぎると1万円以上も購入可能、ただし上限がありとなって、上限がいくらか分かんないし、そのリセットが15日でされるってことなので、結構Mac 買うぐらいの値段集めるには時間かかるかなと思いますので、急いでない方でのんびりコツコツやりたいっていう方はこの方法でもなかなかいいのかなと思います。で今回はですね、かなりそれとは違う別のアプローチがありまして、今ですね Amazon でセールが始まりました。2月3日から2月5日までなんですけど、今日2月3日でしょうかね。2月2日から5日までということで3日間しかセールがないんですけど、ポイントアップキャンペーンっていうのがあって、これもステータスによるんですけど、プライム会員なのかどうか、それからアプリで買うかどうか、それから、Amazon マスターカードを持ってるかどうかってことで、私はこの3つをクリアしているので 5.5% のポイントがつきます。ただしこれもちょっと注意点があって、上限が5000ポイントなので、5000ポイントしかつかないっていうことですよね。ただだから5000ポイントはつきます。でさらにですね、これが、Amazon の Apple の公式の販売ページなんですけど、ここで見るとですね、なんと、まだこれ今日2月2日なんですけど、2月発売予定、そして配送は4日から6日になってます。これも公式サイトと全く一緒なんですけど、で、値段は 84,800 円、ここまでは公式と全く一緒なんですが、ここにポイントがもうすでに 5%、4240円分ついています。5% のポイントはね、無条件についてきます。512にしても一緒です。でなんとですね、この M2 プロチップが搭載されている方も 5% つきます。9240ポイントつきます。1万円弱のポイントが、戻ってくるという感じになります。Amazon でいつも買い物されている方であれば、ポイントってお金と同じような価値があると思いますので、単純にね、安く買える感じですよね。でさらに今であればポイントアップキャンペーンやってますので、これに5000ポイントがつくので、おそらく 14,240 円のポイントになるんじゃないのかなと思います。ちょっと確証は持てないし、結構落とし穴があるんで分かんないんですけど、おそらくそうじゃないかなと思いますので、だとすれば
18万4800円から1万4000円ぐらい安くなりますので、17万円ぐらいで今回のモデルがね、買えるんじゃないかなと思います。で、私のチャンネルっていうか動画結構MacBook Air 関連で来てくださる方多いと思いますので、今回 MacBook Air のちょっとお得なお話もしとこうと思うんですけど、これですね。これが MacBook Air の Amazon での販売ページになります。これ M1 なんですけど、M1MacBook Air、今値上がりしてね、ちょっと高くなって13万4800円で、整備済みおすすめしてるんですけど、整備済みも最近在庫がないみたいな感じでコメントいただくんですけど、それがですね、なんと 22% オフ、3万150円オフになっています。超破格です。10万4650円で買えてしまいます。さらにポイントも 1% つきます。これはね、かなりお得だと思います。で、各色あって、別にお届けも明日なので、ほぼほぼ10万円で M1 の MacBook Air が買えてしまいます。すごくないですか？ 22% オフでポイント 1% なんで、23% オフってことですよね。かなり得だと思います。さらにですね、でこっちが M2 なんですけど、M2 もですね、なんと 20% オフになっています。32,810円オフです。これ256ギガなんですけど、今だな13万1990円、今13万2000円で買えてしまいます。512ギガの方はどうかというと、こっちもですね 16% オフになっています。512ギガでも17万6300円ということで、20万8800円からね、かなり値下がりというか3万2500円もお得に買えるようになっています。17万6000円だったらね、普通に M2 の吊るしのモデルが16万4800円なんで、もう1万円ぐらいしか変わらず512ギガのものが買えることになってますので、今だったら Amazon で買うのはね、かなりお得なんじゃないかなと思います。その辺も下にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもね、見てみてください。ということでちょっと長くなりましたが、今回は私が狙っている Mac mini のお話と Mac 関連お安く買う方法、今 Amazon がセールしていてかなりお得ですよというお話でした。Apple 関連の動画これからもいろいろ出していこうと思いますし、M1MacBook や M2MacBook Air の比較とかいろいろレビュー動画もたくさん出してますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。下にリンクを貼っておきます。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。